出してすみませんね。これでお土産が買えました。みんなに配るお土産はどの月だけど開けドア。あ、閉めちゃった。汚いって思ったそこのあなた。それを思ったあなた、私が入れたんですよ。いやいや、俺が上に積んだからです。そうだそうだ、手伝ってくれたりかな。初ゴミ発賃を食べて帰ります。名物浜松餃子だって。こんな感じなんかな。宇都宮の街はちょうどいい街加減です。それでは出発いたします。ゴミ発賃で一言何かありませんか？出発とかけて。ゴミ発賃と出発とかけてゴミ発賃と解きます。その心は八宝菜を食べたので八方塞がりでしょう。意味がわからなすぎてしかも八宝菜を食べたのでって言っちゃダメでしょ。それを考えさせるのがそういうもんなのに、溶けてもないし。俺そういうの苦手なんでね。あれ難しくない思うんだよね、あれ。ということで今富士宮市ですが、これから僕たちは宮崎県へ帰ります。帰ります。半年ぶりに帰ります。年末ですね。こっちに入ったのが本当に4月31日から。そうか。4月って31日までだよね。あれじゃあ4月30日ですね。そうですか。はい、4月30日に引っ越しを完了して、懐かしいね。静岡に出てきてからもう半年が経って12月27日の仕事終わりに帰る。そうですか。事細かにありがとうございます。今回は車で帰るという選択をしました。飛行機ではなく。ちょっともう少しリッチな生活になったら飛行機も考えようと思うんですけど、それはいいか。だし、荷物が結局あるからね。なんか便利なんだよね、車の方が。とか、その宮崎に帰っても車がないと人に会ったりだとか、っていうのもできないし、ご飯食べたりとか。何かと車がある方が、私たち的には利便がいいんですけどね。今回は高速を使い、四国に渡って、愛媛から佐賀関につながるフェリーに乗って、そこから宮崎に帰るというルートです。いつもだったら陸路で全部中国地方まで行って、福岡に渡ってみたいな感じで帰るんですけど、初めての試みです。この航路は初めてですね。ゴミ発賃今回初めて行ったんですけど、地元の定食屋さんとか行ってみたいとこは何軒かあるけど、だいたい爽やかに行くか、もう普通の全国チェーンに行ってしまう。すき家だったりとか、スシローとかにしか行ってなかったので、今回初めてだったね。美味しかったね。安かったし、ボリュームもあったし、美味しかった。メニュー表は取ってないですけど、だいたい1000円弱ぐらいで食べられて、浜松餃子もほんとあっさりしたパリパリ餃子で美味しかったです。熱々でね、中華がメインです。あんかけラーメンだったりとか、普通にラーメンとか、あとは麻婆。OK ね、天津飯俺食べましたけど、そんな感じで美味しかった。美味しかったし、接客もすごい丁寧で、そこに驚きました。雰囲気がすごい良かったね。なので満足しましたところでガソリンを入れまして、で今日はですね、ここ数日の疲れと、シャワーしかうちら浴びてないんですよ。今日はお風呂に入ってちょっと体をほぐしてから行けるところまで移動したいですね。目標は三重県なんですけど、三重県の私が行ってみたいサービスエリアがあって、以上です。じゃあまず富士市に向かいます。こちらのアポロステーションでガソリンを入れます。クーポンがあって安いです。この富士宮富士市では多分ここが一番安いんじゃないかって勝手に思ってるだけですけど、どうでしょう。俺は空気圧見るんでガソリンお願いします。さあスイちゃん頑張るぞ。ガソリンも入れ終わって気圧もしっかり点検できたので温泉に向かいたいと思います。1時間14分走って着く予定なので8時前には着く予定です。はい。
それでは安全運転で。妻を温泉まで届けます。意外と短い間ですけれども言わせようとしたんでしょ絶対。宮崎までっていうのを思ったらまさかの温泉までだった。まずは温泉までです、ありがとうございます。とりあえずやっていく。とりあえず足りてるから大丈夫。とりあえずだけ。とりあえず、何か言って。とりあえず足りず。来ましたよ。もう山の中って感じになった。1号線降りてから15分ぐらい走ったけど、でも意外と車いるね。ここに来てから急に2度まで下がった。1時間ぐらいですかね。頑張りましょう。寒いですね。590円で入れる。市内だと温泉を9時に出発します。板割りの里、板割りの湯でした。なかなかいい温泉でしたね。雰囲気がすごい良かったね、中も湯煙いっぱいで、今日は男性の方が森林の湯、女性の方が今日は満天の湯。森林の湯の方はやっぱ確かに前が森みたいな感じ。そうなんだ。女性は空が見れるのかなみたいな勝手に思ってたけど、そうだった。そういうことだったの。月が見えてた。じゃあやっぱそういうことかな。でも温泉に入ってる人が熊の話してて、確かに熊が出てきたらめっちゃ怖いな、その時どうしようか、熊をお湯に沈めたらやれるかなとかちょっと考えたりしていました。わかりませんね。その話を聞いて配った涼星くんでした。じゃんじゃん。とろっとした感じの温泉で、内湯の方がちょっと源泉寄りの感じだったのかな。そうだね。貸し切り湯もあって、そちらが源泉の温泉を貸し切れるっていう感じになってるみたいでした。泉質は弱アルカリ性の塩化物炭酸水素塩温泉って書いてありました。長いね、よく覚えたね。じゃあとにかく行けるところまで今日は移動しようと思いますので、はい。途中まで下道で行って、途中からは高速に乗りたいと思います。はい。あと1時間ほどりょうくんに運転してもらい、私がその後運転し、どっかで休憩し、みたいな感じにします。動物に気をつけながら運転頑張ります。今日の車中泊目的地に到着しました。斜め左方向に曲がります。続いて左方向です。最初サービスエリアです。おー、立派。これ立派ですね。おみさんが途中まで運転頑張ってくれて、その後僕に運転変わりました。僕はちょっとしか運転しておりません。2時半になるんですが、明日の朝、大阪で予定があります。一つは、ある先輩たちとお会いするっていうのと、もう一つは、大阪の親戚に会う予定がありますので、今日はこちらで休憩して、朝9時には大阪に着いているような形です。みさんは隣でもう疲れ切って、口を開けて寝ています。みさん、着いたよ。後ろ行って寝ようかね。雨が行ってね。ここはどこ？私は誰？もう無理、眠た。眠たいね。もういや、もうやだ。やだじゃなくて、はい、ほら。後ろ行って寝ましょう。雨が行ってね。お疲れ様でした。運転ありがとう。6時57分出発いたします。します。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。おお、峰が山のね、雪で。じゃあまずはうちの妻を安全に大阪まで届けたいと思います。お願いします。いつもだったら俺のコーヒーテラコーヒーか俺のカフェラテテララテを入れることが多いんですけども、今日はそれがないのでスターバックスラテにしました。普段から飲み慣れているので、私としては
いい箸休めという感じでしょうか。箸休めですか。お魚。ラテ休めという言葉を作りますか。ラテ休め。おお。あんまり使うことがないと思いますないですが。ね。大阪までやってきました。はい。今の時刻が8時27分です。この後ですが人に会う約束が9時予定なんですけど、15分ぐらい早く着きそうです。よかったね。うん。危うく二度寝しようとしてる人が隣にいた。いや、俺してない、してない。さあ起きようってしてた時に、起きないとって言われたけどさ。りょうくんはいつもこう、人に頼ってばっかりで、全く。お互い様じゃないかな。得意不得意人あるよね。支え合って生きていくのが夫婦っていうもんですよね。それならいいんだけど、私ができないことは結構責めるからね、君。なんで朝から悪口言うの人いつも見て、いいんだよ、もうまだ年越してないから、最後にいっぱい鬱憤を晴らしておいて、すっきりさせて新年を迎えるんだよ。裏で言うよりいいでしょ、直接対マンで言った方が。別に俺言ってないけど、なんも。来年も仲良くいましょう。来年もよろしくお願いします。ということで、この後ですが、ある先輩たちに会いに行きます。赤ちゃんとね。赤ちゃん、可愛い赤ちゃんと。ただいまの時刻が2時半になりました。はい。実はあの後ですが、僕たちが会いに行ったのは大阪のお兄ちゃんお姉ちゃんであるケンジとあかりさんに会いに行ってきました。はい。ゆうちゃんきーちゃんにも会ってきたので、癒されて、少しだけですけどちょっとお話しして、最後のご挨拶をしてみたいな感じで帰りまして、その後いつも会ってる大阪の親戚と焼肉を食べまして、少し団らんして出てきたところです。ゆうちゃんきーちゃんをずっと見ながら4人でじいて見ながら、はい、楽しく抱っこもさせてもらって、めちゃくちゃ癒されました。はい、可愛いハンカチもいただきまして、ケンジとあかりさんたちが作ってもらってた刺繍のね、ペティペティの可愛い手作りの刺繍と行政の R と網の A っていうのもつけてくれてるよね。ね、可愛い。これもいただいて。いただきました。いつもお世話になってる大阪の親戚には昼ご飯ごちそうしてもらったんですけど、もう道中高速道路だから食べるもんないぞってことでパン前ごちそうしてもらって、はい、途中にそれは食べたいと思ってます。はい、そんな感じで大阪はだいたい宮崎に帰る時には必ず立ち寄るポイントで、第何個目かのふるさとに近いぐらい、大阪もだいぶ車でも行き来しているぐらい、確かに自分たちにとっては若干ホームタウンになってきつつある場所になってます。四国の愛媛県三崎港からフェリーに乗るので、そこが夜9時半のフェリー予定です。で宮崎に着くのは、12時過ぎるかなという感じですが、まずはちょっと途中行き先を大阪の親戚に教えてもらったんですけど、そう、高速がね、自分ら本当に乗らないし、もう Google マップで、ここから宮崎みたいな感じで調べたところを行くだけだったので、地元の方に教えてもらったこの方法で今日は帰ってみたいと思います。はい、安全運転で行きます。後半も頑張ります。頑張ります。大阪の長原インターからまた高速に乗ります。まず阪神高速。阪神高速、こちらの、一番左です。はい、大阪市内湾岸線に乗ります。覚えるんだ。必死に頭に入れろ。大阪からのルートを。阪神高速で OKOKOK。間違ってない。次は真ん中を走る。真ん中を走ります。湾岸線神戸に向かって走っていきます。左に行っちゃうと環状線に行くので、真ん中を走り湾岸線ですね。本州終わってから長距離で移動するってことがもちろん少なくなったから、久しぶりに長距離移動すると、夜景をしてるんだな、車に乗ってるとっていうのをすごく感じるようになった。確かに夜景なくなったよね。疲れるじゃん、やっぱ。確かにね。日焼けしてヒリヒリするし、怖いですね。日焼け対策はしっかりしましょう。それにしてもゆうちゃん面白かったね。ゆうちゃんね、絵本が、きーちゃんも絵本が大好きらしいけど、ゆうちゃんは特に絵本がすごく好きみたいで、すごいたくさん笑ってくれて、ページめくるごとに超テンション上がって可愛かった。笑いまくってきーちゃんもきーちゃんでね、ちょっとおませさんな感じも垣間見えて、そうだね。なんか女の子らしさも感じられて可愛かったです。可愛い。実は1年前にもちょうど会ってて、ゆうちゃんきーちゃんが生まれてまだ本当に赤ちゃんの時にも立ち寄って抱っこさせてもらったんですけど、若干人見知りもあってね、
すごいじーって見ると泣かれちゃうから、自分らも緊張感を与えないようにするにはどうしたらいいかというのを考えつつ確かにそっと触れながら気に来てくれた時はたくさん抱っこさせていただいたけど、今回は終わりの方で抱っこしてるね、慣れてきてちょっと遊んでもらえて嬉しかったです。 I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. しっかり教えてもらってた1個目で降りないといけない場所を通り過ぎてしまったので2個目で降りました。ダメだよ、言い訳っぽいことを言うの。言い訳言ってないよ。言い訳したらダメだよ。間違えたわって言ったよ。ダメだよ、言い訳したら。間違えたことは間違えたと認めないと。誰も認めてますよね。俺はしっかり認めてますよね。マヤの乗り口から乗ってあとは徳島に向かうのみです。フェリー乗り場には8時半頃に今のところ着く予定です。渋滞も事前に大阪で一緒に確認してきたんですけど、渋滞はないっていうところです。ではここから徳島方面明石大橋の方に曲がります。明石大橋です。海ですね。大きいね。あ、海っていいね。冬の海って綺麗だね。いや今回そんな時間がないけどねえ、帰りにちょっとは寄りたいな。なんか高知のカツオも食べたいし、香川のうどんも食べたいし、私的には徳島の鳴門金時食べたい。持って金時ね。買って帰りたい。芋けんぴも買いたい。でも一番はまあカツオかな。そうだね。でも愛媛のみかんも本当はさ、八作大福食べたいよね。それは広島でございあますけど。違えた。違いますけど。あれは違う。淡路島をもう終えるんですけど、ここで渋滞が発生しました。鳴門北インターチェンジに行く前なんですけどね。今の予定時刻が9時になってますね。やばい。やばいめっちゃやばい。その渋滞がどれだけ続くかによるよね。夕日は綺麗なんですが。今日ね、めっちゃ綺麗なんだけど。ね抜ける気配がない。2キロ先事故。本当絶対だ。 2キロって書いてある。 2キロか。マジか。ただいま徳島県を走っています。高松の方を通るルートと徳島の方を通るルートが出てきて、もうナビに沿ってきたら波動の方が一車線だったということを知らずに来てしまいまして、まさかのある場所で通行止めになってまして、一回高速道路を降りないといけないという状況になってしまいました。はい。ということで9時に間に合うかわかんないような状況だから一回一般道に降りて30分ぐらいインターチェンジまで行ってまた乗ったので、その分タイムロスでもう危ない状況になってきてしまいました。乗れたかどうかはこの後わかると思います。それではその先までどうぞ。あー、着いた。なんとか間に合いましたね。あー、よかった。ただいまの時刻8時58分です。ギリギリっす。本当にギリギリでした。本当にお疲れ。5時間近く君に運転してもらってちょっと休んで。5時間半したね、運転。じゃあここに車止めて発見しに行きましょう。行きましょう。お疲れ様でした。お疲れでした。無事九州に帰れそうです。よかったね。よかった。安心した。船っていうよりいいかタコ19,900円。よかった。こんなに買える人がいるんだな。スイちゃんありがとうな。よく頑張ってくれた。6時25分これから乗船いたします。はい。いやー疲れましたね。運転がね、怒涛だったからね。そんなもともと余裕持って出てきてたのに、こんなことになるなんてっていう感じでしたけど、それだけ車も多かったってことなんだろうね。自分らが事故しなくてよかったよ。大阪の親戚がたびたび電話してくれて、すごい詳しいからね、ここにこうやって行ったらこう行けるからって企業して言ってくれたからよかったけど、今どこ走っとるんって聞かれてね。うちらが全然ね、どこを走ったらどこに行くのかが
ナビ Google マップ頼りだから。大阪の親戚の父ちゃんのおかげでなんとかなりましたわ。90分ほどフェリーの旅になります。 If only I could do one thing, I'll be with you. It's true. Baby, how I need the love of you. さあ行くぞ九州へ。着いた我々は。大分佐賀関に着きました。ただいまの時刻が10時49分です。ただいま九州。ここから左に出てください。左に出ます。スキ方面、最近スキ方面ですね。フェリーの中ではもう2人とも疲れ切ってて、もう寝てたら一瞬で着きましたね。一瞬でさ、本当にって何度耳を疑ったことか。寝てないよって思ったぐらいだったもん。まもなく到着いたしますっていうのが早かったよね。うん。本当にって思って。中入ってすぐ2人とも歯磨いて寝まして、そしたらもう目を開けたらついてたみたいな感じ。月の方まで向かって、そこから高速に乗って宮崎の実家まで帰ろうと思っていますが、ちょっと2人とも体力的に尽きるかもしれないので、その場合はもう仮眠を取ろうかっていう。無理なくね。朝帰ってもいいかもしれないぐらい眠い。この後はもう本当にゆっくり帰りたいと思います。ここからはミサの運転で帰りたいと思います。無事に妻を九州まで届けてくれたから、今度は私が夫を実家まで送り届けます。よろしくお願いします。それでは12時半、無事に地元に着きました。来ました。長旅お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうここまで来たら安心です。見慣れた道ですね。だいぶ見慣れた道だ。2025年は移住してからあんまりたくさんは出かけられませんでしたけれども、良い年になったと思います。2026年もてげてげにゆったりとやっていきたいと思いますので、こんな私たちですがよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. Stories I've been told. 船の上だろそこ。確かに。じゃあ九州さようなら。また行ってきます。行ってきます。優雅な船旅だったぜ。ねえ。寝てただけだけど。あの時はとても辛い思いをして乗った気がするよ、ここに。また実家に帰る時とは気分違いますな。違いますな。こっちもお店結構充実してるよ。本当だね。みかん売ってそうだね。道の駅八幡浜港にやってきました。港。寄って港ってことですかね。ここでもね、このアゴラマルシェってのでね、塩パンが買えるんだって。八幡浜市が塩パン発祥の地だからね、美味しいんだよ。前も買ったよね、塩パン。この近くにあるパンメゾンというお店で買いました。ここで売ってるのだったら、ここで買っていこうか。あー、みかん畑のこの山は懐かしい。なんだあれ。こんなのなかったよ、前って来た時。面白いのができてる。面白いね、あれ。みかんだ。みかんオブジェだって。本当にみかんだ。設置期間令和7年12月20日から1月5日まで。今日までじゃん。今日で終わりだったらしいですよ。
なんというタイミングでしょう。みかんで一発芸難しいですね。皆さん見てください。現れました。巨大なみかんです。これはですね、もう1000年に一度と言われるぐらいとても貴重なみかんです。頑張って考えてますけど思いつかないよね。わかる。俺も難しくて無理。みかんパンチ、みかんパンパンチ、みかんパンチ、みかんパンパンチ。伝わったかな。マシュマロパンチのみマシュマロかパンチですんパンチです。姪っ子が言ってたやつで。お買い得品250円。250円です。安いですね。まあそれは買わなきゃ。お得用の塩パンを買いました。いただきまお得す。塩パン。暖かかったらもっと美味しい。それはかっこいい。しっかりバターの香りもしますね。本当にすぐ近くに本店があるから、そこのパンの方がいろんなパンもあるし、みかんも。あ、皮が薄い。めちゃくちゃ薄い。剥くのが難しいね、むしろ。どれぐらい薄いかって分かるかと言われると分かるかな。俺の爪の皮ぐらい。りょうくんの爪の皮がこれぐらいだそうです。みんなりょうくんに会ったら爪の皮を狙ってください。急所です。このままって食べたいんだけど、やっていいよ別に。汁が飛び散るけど。こういう時に性格出ますよね。とりあえず私は一向にもどうでもいいからとにかく食べたい。りょうくんはゆっくりちゃんと丁寧に見てる。マドンナを食べる時の注意点、手が汁だらけになるってですか。めっちゃ薄い。うまい。やっぱりみかんジュース、もうみかんジュースをね口の中で生成してるぐらいすごいジュワーへえ、ジュワーって感じ。超ジューシー。甘っ。超美味しい。全然自分たちで食べるなら訳ありでいいよ。訳あり何がってぐらいに味もしっかりあるし甘いし。ということでちょっぴり腹ごしらえもできましたのでこれからまた高速に乗って宇都宮へ向かいたいと思います。はい、りょうくんにとっては本当にちょっぴりでしかなかったのでしょ満足した飲み物で。君はそんな食べる量少なくなかったよね。う。少ない。もともと小食なの。私もともと小食だけどね、俺も知らなかったぜ。頑張っていっぱい食べたの。今日はですね、せっかく香川を通るんで香川うどんを食べたいと思っているんですが、これを彼はですね、きっと一軒では満足しないんですよ、この感じ。いや一軒でいいよ。もう一軒食べれればいいです。今回は高松の方を通るルートで帰りますので、香川うどんも立ち寄れると思います。結構香川うどんたくさん食べたんだけど、その時は朝早くに開いてるお店が多くて、昼以降に開いてるお店をチョイスして立ち寄れるとこに立ち寄りたいと思います。現在時刻が夕方の3時44分になりました。はい、現在香川県三豊市に入りました。とにかく夜まで開いてるお店というのとおすすめいただいてたところだったから行ってる。よかった、営業中だ。じゃあこちらでお昼ご飯兼夕ご飯。2026年の初うどんです。いただきます。しっかり太い。手打ちでダメ。売ってるうどん全部吸い切れない。すごいね。手打ちだから太いね。もうすでに今売ってるね。腰あるけど普通に包み切れるタイプの麺なんだね。太くて腰があるけどプチってちぎれるよ。強すぎないね、腰がね。1本全部の食べるとさ、口いっぱいになる。すごい長いね。
天ぷらうどんなんですけど、特殊な形のエビ天。ああ、私も濃すぎず優しくて美味しい。いい音。エビの大きさめっちゃ通常サイズなんだけど、これだけがでかい。大きいからね。天かすみたいになってる。安いよね、やっぱね、安い値段がね。かけとか300円とかで小で、これ中だけどかけの大とかで同じ値段ぐらい。大のかけうどんが500円。安い。小が1玉分、中が2玉分、大が3玉分で。この太さがね、こっちはうまい。美味しい。おつゆも優しくて美味しい。たまりますな。天が頑張りますな、これ。なあ、うまい。うまい。濃すぎないからね。優しいね。辛くない。絶対1回じゃ吸えない。マックスね。それではまたこちらから高速に乗ります。なります。水戸用と坂。美味しかったですね。うどん食べられてよかった。食べられてよかった、本当に。こちらでガソリンも給油しました。私たちのお腹もスイちゃんのお腹もたっぷりと満たされたところで、しっかりと出発していきます。さっきめっちゃ上手なこと言ってたじゃん。うどんもガソリンも給油したって。うどんもガソリンも給油違ったっけ？あ、補給した。うどんもガソリンも給油したら車壊れちゃいますね。アミさんがすごく上手に言ってました。いいですね。新年一発目にいい感じでうまくいってます。馬年だけにうまくいく年になりますように。ただいまの時刻6時15分です。はい。淡路島サービスエリアで休憩します。おー、綺綺麗。麗で、ありがとう。私はとても眠っていました。こちら側には行けませんね。こっちは多分。ああ、そっか、上り下りで違うもんね。残念。残念。あちらに行きたい。あちらに行きたいんだ。あっちに行きたいけどできない。友達。誰のこと言ってんの？友達か。友達に久々に会うって。友達。無理だね。初対面でしょ？はじめまして。上り線から下り線へ移動できるみたいなので、そちらに移動したいと思います。一歩移動の術。下りサービスエリアにやってきました。一歩。観覧車に乗りたいと思います。なんでやね。なんでやねん。乗らないよ。こちら側にはスタバがあるので、今日はこちらで買ってから移動したいと思います。はい。ここはすごい特殊で面白い感じだったね。うん。その行き来ができるっていうところどこでもできるわけじゃないらしくて、淡路はできたのでよかったです。上りサービスエリアから一度ハイウェイオアシスっていうところを経由してこちらの下りサービスエリアに戻ってくる。ね。でまた本線に戻るために上りサービスエリアまで戻ってうん。また本線に戻れるっていうような流れになってるので面白いです。面白いね。このチェックゲートっていう方を通れば無料で行き来ができるそうです。あと特殊なのがこのチェックゲートっていうのが今目の前に現れてくるんですけど、チェックゲート行き来するためのゲートを通るときには ETC の人も一回 ETC カードを抜いてここで差し込んでっていう作業をしなきゃいけないっていう。ね、面白いよねこれ。 ETC カードをこちらの無人機に一回挿すと。こうなると無料で行き来ができましたということになります。面白いですね。上りよりも下りの方が充実してるのと、このハイウェイオアシスが結構飲食店があったりとか、本当はね忘れてたんだけど、玉ねぎスープ淡路島といえば淡路の玉ねぎなんですけど、そのスープスタンドがあるのがここだったんだよね。ここに行きたかったのに前行けてなくて、残念ながら5時までだったから行けなかったけど、面白いとこだと思います。これ右か。じゃあこれからですけど、今日は三重県までやっぱり行くので残り2時間半ほど運転しようと思ってます。高速を降りて滋賀県の県庁所在地大津市にやってきました。こちらも亜美さんが結局探してくれた温泉になります。
スーパー銭湯ですね。温泉カフェと言われるところらしい。なんか全国にこういったようなタイプの温泉がいろいろ系列が出てきたよ。お風呂カフェだって。ここ止められないよ。止められないですね。駐車場ここ行っちゃダメですね。モンスターズインクのあれみたい。早く行こう、早く行こう。早く行こう。そうそう。お風呂上がりまして、ちょっと力抜けるくらいやめてくれ。はい。ラドン温泉という泉質の温泉でした。新しめってわけじゃなくて、こじんまりとした感じではありましたけれども、うんまあ1時間でサクッと入れたので、体ポカポカになりました。疲れはどうですか？いかほどですか？疲れてません。疲れが取れたような気がします。温泉に浸かるというのは大事ですね。大事ですね。ちゃんとリセットされるよね。うんでも疲れると。今日は道の駅に行こうと思います。明日は水俣コーヒーと、もし行ければ伊勢神宮の方に参拝に行こうと思っているので、道の駅津に行きたいと思います。ここから1時間半ほど走る予定です。到着しました。ありがとうね。今日はずっと運転してくれました。道の駅津川毛です。疲れましたね。さすがに一日移動は。この後はもう歯を磨いてはい。早く寝ます。それではおやすみなさい。 Good night。ね Say something that will make my day. 'Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. 'Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? おはようございます。おはようございます。水俣コーヒーから出発いたしました。はい。朝10時に待ち合わせしていたので、うん。お邪魔しまして1時間ちょっともお話しさせていただきまして、だいぶ長い時間ね話しちゃった。長い時間話したね。三重県の松坂市にあるお店で以前も動画で紹介させていただいたんですけど、はい自分たちが三重県でアルバイトをしていた時がありましてですね、うん日本一周中に。その時にあまりにも疲れすぎて車中泊をしたいと思って車中泊をこの近くでやって、その帰りに偶然私が見つけたお店だったんですけど、この方からね、小さな焙煎機を譲り受けたりとか、何かしらとお世話になっておりまして、だいたい立ち寄るお店なんですが、そこに寄っておりました。自分がコーヒー豆焙煎をスタートできたのも水俣コーヒーの、福瀬さんのおかげだね。自分が焙煎したコーヒー豆を持っていて、はい。今日はブラジルでしたけどそちらを飲んでいただきました。こういう道なんですけど、とてもね、自然豊かで素敵なお店なので、ぜひ来てほしいですね。まず人が素敵、あとはドッグランだったりとか、自然の中で飲むコーヒーだからね。そうだね、お家感のある居心地のいいお店で、薪ストーブがあってね、もう本当に素敵なので来てください。皆さん行ってください。コーヒーもすごく美味しいと言ってくださったので、また頑張りたいと思います。三重県に来たので初詣に行こうかと思います。ここから1時間ちょっと走れば伊勢神宮まで行けますので、内宮か外宮かは決めてませんけど、こちらに行きたいと思います。伊勢市までやってきました。懐かしいですね、この感じが。懐かしいね。それこそ2年前か、その時に鳥羽市だったので伊勢市までは30分圏内で行ける場所で、懐かしいね。伊勢神宮には2回ほど行きまして、何回かね、赤福のぜんざい食べたりとかぜんざい食べたねしてました。もう結局今回は伊勢神宮の外宮の方に行こうと思います。ここで参拝してからあとは帰るだけですね。赤福買って帰りますか？今日は大丈夫ですか？白の黒を買いたいね。せっかくここに来るんだったら。あれば買いたいね。白黒をね、買おうかな、じゃ駐車2時間以内参拝者駐車場、こちらです。あ。ああ、こんなとこだった？うん。ああ、覚えてる。
では自分たちだけで参拝していきます。はい。まだ売ってそうだよ。僕らにとっては初詣の参拝をして赤福があったので、そこでしか買えない白黒餅を買って、これからいざ帰りたいと思います。食べ歩きとかを考えている人たちは内宮の近くに行くといろんなお店もありますし、もちろんそっちにも赤福ありますので、そちらに足を運ぶといいと思います。伊勢神宮って大体外宮内宮どちらも回るのが基本なんですけど、ちょっと時間の関係上もありますし、内宮も以前は行ったことあるので、今回外宮だけでっていうことで、はい。参拝してきたような流れです。人は多かったけど、やっぱ正月終わったからか、そんなにすごい人ってまではなかったね。全然普通に隙間あって余裕で歩けるぐらいだったから。おそらく元旦とかすごいんだと思うけど、ね、すごいと思う。忙しかっただろうね。富士宮まで下道で帰ると7時間半ぐらいかかるみたいなので、その辺でちょっとラムーでたこ焼きを食べてから温泉もどっかで入りつつ、夜ご飯食べつつ、前行った相良子宝の湯みたいな、子生まれの湯かな。途中高速には乗りつつ帰ろうと思ってます。夜には着く予定です。富士宮に帰ってきました。富士市ですけどね。富士市ですね。宮崎に帰るときにガソリンを入れてスタートした場所で、またガソリン満タンにして自分たちの家へ帰りたいと思います。今もう10時半になる前ですね。温泉も入ってというかご飯も食べたので、着いたら荷物だけ下ろして、もうあとは寝るだけですね。赤福食べます？もういいですか？食べたいですか？これは食べれるけどね。じゃあお茶入れましょうね。お茶入れて食べましょう。入ったら多分家が冷え冷えになっているのと、おそらくコーヒーの匂いが残っているでしょう。焙煎した匂いがね。今回は結構長旅になりましたが、車で静岡から宮崎を往復してみて、遠かったけどまた新しいルートと高速使うことで新たな発見もあったかなと私的には思います。帰りは僕のみの運転で行きましたけど、ゆったりできましたか？いつも交代で運転することがほぼほぼなので、なんだかとても申し訳ない気持ちになりつつの帰省旅でした。今回はかなりゆっくりと実家で過ごすことができたので、もう何もかも放ってゆっくりしちゃったのでそうだね。もう2026年になって5日が経ってしまいました。あっという間にね。ちょっとこれからまた頑張らないといけないなと思ってます。今年はより楽しく何事にもまた挑戦できたらなと思います。演歌の年ではなく継続の年になるかと思っています。なんかそれを繰り返してるね、私らは。そうだね。変化と継続を繰り返しつつやっています。頑張ります。ということで、今回の宮崎静岡往復帰省旅はこれにて終了です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見たいよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひぜひこの県にも来てよ、2026年ここにも来てよみたいなところがありましたら、ぜひコメントもお待ちしております。それでは寺田夫婦でした。さようなら。固くむってたよね。てんてるるん、てんてるるん、てんてるてんてるてんてるてん、てんてるてん、てんてるてん、てんてるてんてるてんてるてん、てんてるてん、てんてるてん、てんてるてんてるてんてるてん、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 てんてるてん。
ン